川崎です。今日はバタフライを25メートル17秒で泳いでみたという映像を配信します。はい。ということで、冒頭でお伝えした通り、バタフライの、前回ね、お伝えしていたので、ちょっと早めに泳いだバタフライの映像を皆さんに見ていただければと思います。これまでね、バタフライのうねり、僕はうねりが重要だと思っているので、うねりについて配信してきたんですけれども、今日はまとめということで、バタフライのちょっと早めのバタフライね、コメントでも皆さんからリクエストいただいたりしたので、ちょっと撮ってみましたので、ぜひ見ていただければと思っています。なので、その中でね、よく薄く泳ぐのか、深く泳ぐのかという話があると思うんですけれども、そういうところもちょっと動画を見ながら、解説させていただければと思いますね。絶対ある議論だと思いますので、僕の考えお伝えできればと思うので、早速ね、お待ちかねではないとは思うんですけど、見ていただければと思います。はい。では早速行きましょう。はい。それではですね、再生させていただきます。ちょっとね、画像が荒いかなと思うんですけれども、ご容赦ください。はい。浮き上がりはだいたい、これだと10メートルぐらいですかね。これでだいたい17秒ぐらいだったと思います。16秒か17秒ぐらいだったと思います。はい。はい。もう一回いきます。めちゃくちゃね、その12秒とか11秒とかね、そういう速さではないんですけど、程よく飛ばすっていう感じですかね。どうなんでしょう。はい。もう一回行きましょうか。はい。皆さんいかがでしょうか。いろんなことが頭の中にあると思うので、だいたい5ストローク、6ストローク、6ストローク、5ストロークぐらいですかね。はい。ということで、ちょっとゆっくりですが、進めてみましょう。はい。難しいですね、お伝えするの。難しいっていうのは、よく私が教えさせていただくと、その深く泳ぎますか、浅く泳ぎますかっていう話があるんですけど、コーチのこれはアプローチの仕方の問題だとは思っているのと、認識もあるのかなと思うんですけれども、私は深く作ってその動作を浅くしていくっていう観点で、考えているんですね。なので、浅いよう、深いようということではなくて、浅いけど体重移動はすると思いますし、浅いけど体の使い方は僕がいつも言ってる通り順番だと思いますし、体重を乗せる時間も全てにおいて、大きい幅でやった方がやりやすいと僕は思っているんですね。で、それを薄くする作業っていうのが必要だと思っていますと。で、大きい作業で100% の力を得てたことが、小さくした時も 100% を得ないといけないので、非常に難しいところなのかなと思っていますが、できるとすごく良い体重が移動されてうねりがスムーズになったバタフライができるのかなと思っています。で、なので、浅いからといって体重が乗っていないわけじゃないし、浅いからといって体を使っていないわけじゃなくて、深い時に使った使い方をそのまま薄くするっていう練習とか、トレーニングが必要になってくるんではないかなっていうのが僕の考え方なので、最初から薄い練習をするとか深い練習をするとかってそういうことではなくて、僕は深いものをやって、そのものの質を高めた状態が薄い状態っていう認識なので、やってることは一緒かなと思っています。なので体周り結構使ってきついかなと僕は思うんですけど、薄くうねるって、難しいと思うんで、そういうところもまた解説できればと思うんですけど、実際皆さんこの泳ぎ、どうですかね。はい。泡が少ないですかね、やっぱりね。ちょっとスローで皆さん一緒に分析しましょうか。
はい。いつも言う通り、手が入ってから足を蹴るとかね。例えば腰が出る前に一旦背中がこう出てるとか、その後お尻が出てきて、で、その後足が出てきてっていう順番になっているのも、この動画でわかると思います。で、第1キックの蹴り方、第2キックはね、この浮上のうねりの線に沿って蹴りましょうっていうこと。今までね、お伝えしたもの、そのまま、これがちょっと速くなったところでこうなるっていうことが僕は言いたいですね。はい。ここが一番上手だったかな、5ストローク目が。やっぱり泳ぎって25メートル泳ぐ上で全部完璧じゃないと僕は思っていて、皆さんの見ていただいている映像も、100点に見えるとは思うんですけど、やりながら、泳ぎながらね、泳ぎながらゴールに向かっていろいろ自分の体の感覚と、修正しながらタッチに向かってるんで、全部100点じゃなくて、つくまぎは100点であるっていうのが重要かなと僕は思っているので、泳ぎながら修正しちゃって全然いいと思います。はい、もう一回行きましょうか。このままね、もう一周行きましょう。はい。速度の加減速がしないっていうお話もさせていただいたと思うので、戻しましょう。はい、ということで、はい、見ていただいたんですけど、皆さんいかがでしょうか。僕はこういうふうにちょっとダッシュっていうか、ちょっと急ぐとこういう感じになるわけですよ。なので、薄いバタフライとか、動画内でお伝えしましたけど、深いバタフライっていうことだからといってやることが別に変わるわけではなくて、深く僕は導入として深く滑らかに泳ぐ。で、そのままその動きを小さく。例えば、いつも言うように、その速度に合ったパーツを使わなきゃいけないんで、大きくね、ゆっくり泳ぐときは蹴ってるもの。で、この方がやっぱり100蹴れるんですよ。100蹴ろうと思ったら100蹴れるんですけど、これが小さくなったときに100蹴れるっていう技術が必要っていうだけなので、例えば、例えばレッスンのクラス入られてる方とか、そうでもない方、コーチに教わったことあると思うんですね。小さく、バタ足をするっていうのは。早く出来上がった時はおそらくそうなるんでしょう。ただ、導入がそうであるっていうことではなくて、その速度に応じた大きさだったり強さっていうのが絶対必要なので、キックが必ずしも小さく速く、膝があんまり曲がらないようなキックで最初からやる必要って全然なくて、自分の目的の泳ぎが早くそういうキックをしたいっていうんだったら、それが完成品であると。で、それが完成品だから、その過程ではこれをやっている。大きく曲げたりとかですね。うねりも同じですよね。なので、最初から、正しくっていうか、速い状態のその薄く、なるべく最大パワーを出すっていう練習をする必要ってなくて、最初は導入として大きく時間も長く行動もゆっくり作って、そこからじゃあどうやって薄めていこうかっていうところで出来上がりがピシッと打ったキックになったりとか、スッと入った薄いうねりになるとか、そういうプロセスが私は重要だと思っていますので、ぜひね、今、例えばバタ足でも何でも全部そうですけど、そういうことで困ってる方いたら、それになりたい過程は別にそうじゃなくていいっていうのを、頭にちょっと片隅にでも置いといていただけると、気持ちもリラックスできるのかなと思っていますので、動画はそんな長くないのに、終わってから喋ってしまって申し訳ないです。ということで、皆さんね、体調に気をつけてお過ごしください。ではまたですね、次回からはちょっとクロールか、バタフライか、どうしようかなとかって思ってるので、またね、お楽しみに。はい、また言いましたね。はい、楽しみにお待ちください。はい、それでは終わりましょう。ありがとうございました。